テスラがついに低価格 EV の開発を中止したかもしれないというニュースが今朝話題になっています。イーロン・マスクさんはそんな報道は嘘だと強く否定しましたが、実際には社内で計画中止が通知されていたことが明らかになりました。さらにテスラはその一方でロボタクシー戦略を加速させ、新たにテスラロボタクシーという商標も申請しています。おはようございます。ケンです。この動画ではテスラの低価格 EV をめぐる社内の混乱、ロボタクシー戦略への転換、そして最新のテスラ株の動きまで分かりやすく解説していきます。それではまず最初のテーマから見ていきましょう。最初のテーマはテスラの$25,000 EV、いわゆるモデル2の開発中止をめぐる混乱です。2024年4月、ロイターがテスラは低価格 EV の開発を中止したと報じました。それに対してイーロン・マスクさんは X 上でロイターは嘘をついていると投稿し、強く否定しました。この発言でテスラ株は一時的に回復したと言われています。皆さん覚えていらっしゃいますか？しかし実際にはその数週間前に社内向けにプロジェクトの終了が正式に通知されていたことが複数の関係者の証言や文章から明らかになっています。社内では幹部たちがイーロン・マスクさんの否定発言に困惑し、本当に計画が続いているのかと確認する動きもあったようです。イーロン・マスクさんは再開を明確に否定したとされています。このような矛盾は投資家に誤解を与える可能性があり、一部の幹部は証券取引委員会 SEC からの調査対象になるリスクを懸念していたと報じられています。過去にもイーロン・マスクさんは2018年に誤解を招く投稿をしたとして SEC との和解金を支払った前例があります。そのため今回の発言も波紋を広げていて、今朝はこの報道を多くのメディアが報じています。そのためモデル2もしくは9の開発がどうなっているのか、これが読めなくなってきました。どのメディアも誤解を招くことがあったっていうことだけで、モデル2の開発は進めているのか、ここに関しては不明です。では、このテスラが低価格 EV のモデル2開発を中止するのが本当かどうかまだわかりませんけれども、その中止の裏側にあるのがロボタクシー戦略です。テスラは今月からロボタクシーを実装する予定です。6月12日から開始なのですが、先日商標登録で拒否されました。この拒否の理由がロボタクシーやサイバーキャブという名称が一般的すぎるといった理由で拒否されました。しかし今回テスラは新たにテスラロボタクシーという商標を申請しました。今回のテスラロボタクシーはテスラというブランド名を入れることで独自性を高め、商標登録を通過しやすくする狙いがあると見られています。この商標は車両本体だけではなくアプリやサービスにも使われる予定だとされています。ただし、申請から承認までは数ヶ月かかる見込みで、2025年6月12日に予定されているロボタクシー関連のイベントまでに商標が間に合うかどうかは不透明です。このようにテスラはロボタクシーを次の成長の柱と位置づけ、大きく戦略を転換しつつあります。次はこのロボタクシー戦略が株価にどう影響しているのか、テスラ株の最新動向を見ていきましょう。2025年6月2日、テスラの株価は $342.69 で取引を終えました。前日比で 1.09% の下落となっています。日中の値動きとしては $333.33 から$348.01 の間を推移しました。特に注目されたのは直近のレジスタンスラインである $343.76 を試したものの突破には至らなかったという点です。テクニカル指標を見てみた場合には14日間の RSI は61で過熱感はありません。MACD もプラス圏を維持していて中期的には上昇トレンドを示唆しています。また株価は50日移動平均の 286.41 ドル、200日移動平均の 302.39 ドルを大きく上回っていて、
長期的な強気トレンドにあることがわかります。ただし、出来高は平均よりも減少していて、短期的には調整や揉み合いの可能性も指摘されています。今後 343.76 ドルのレジスタンスを明確に上抜けすることができれば、さらなる上昇シグナルとしても注目されるでしょうというふうにメディアの方では報じられていますけれども、今日はこのレジスタンスを超えて、この資料を作っている時点で354ドルとなっております。このように株価は上昇基調にありつつも、いくつかの不安定な要素も残している状態です。では、ここで株価に大きな影響を与えているもう一つの要素、イーロン・マスクさん自身の動きについて見ていきましょう。イーロン・マスクさんはこれまでアメリカ政府の同時というポジションで政界に関わっていましたが、最近になってその活動を終了し、テスラやスペース X、そして XAI など自身の企業活動に再び集中すると発表しました。実際 SNS では24時間365日働いていると宣言し、工場やサーバールームで寝泊まりしているということも聞いています。しかし政府活動に時間を割いていた影響で、テスラをはじめとする複数の事業においてリーダーシップが足りていないのではという懸念の声もあります。特に今回の低価格 EV の中止をめぐる社内の混乱だったり、株主投資家との信頼関係にひびが入るような発言が目立ったことがその背景にあると見られています。一方で、イーロン・マスクさんは XAI という AI スタートアップで50億ドルの社債を発行し、1130億ドルの企業評価を目指しているという動きもあり、ニューラリンクでは脳インプラント技術において6億5000万ドルの資金調達にも成功しています。こうした一連の動きは、テスラの株価や将来性を考える上でも無視できない要素です。では、ここまでの情報を踏まえて、今テスラ株をどう見るべきか、投資家としての視点で整理をしていきたいと思いますけれども、まず2025年に入ってからテスラ株は一時下落しましたが、5月以降は約 20% 以上の上昇、さらに4月8日以降では約 61% の上昇というデータもあります。これはロボタクシーや AI 関連事業への期待、そしてイーロン・マスクさんの政治活動縮小による安心感が要因とされています。一方でファンダメンタルズを見てみた場合には、現在のテスラの時価総額はおよそ 1.1 兆ドル、直近12ヶ月の1株あたりの利益 EPS は 1.77 ドル、そして PER は193倍とかなり高い水準です。DCF モデルで算出された理論株価は51ドルと、現在の株価とは大きく乖離しています。つまり株価は実体的な利益よりも将来の成長に対する期待で成り立っているという状態です。アナリストの評価も大きく分かれていて、目標株価の中央値は380ドル。レンジとしては137ドルから最大で800ドルまでと幅広くなっています。ウェドブッシュ証券は AI や自動運転の進展を評価して目標株価を550ドルに引き上げました。また、モルガン・スタンレーのアナリストアダム・ジョナスさんは、ロボタクシーやロボット事業の成長を前提に800ドル到達のシナリオも提示しています。つまりテスラ株は大きな成長を信じられるかどうかが投資判断の分かれ目になっています。近々では2025年7月22日の決算発表が重要な分岐点になると見られていて、今後の売上、利益、新事業の進捗に注目が集まります。はい。ということでいかがだったでしょうか。今回の動画ではテスラの低価格 EV 計画中止にまつわる社内の混乱やロボタクシー戦略への転換、そしてイーロン・マスクさんの動向と株価の影響について解説をしてきました。テスラという企業は常に話題に事欠きません。そしてそれは車を所有しているオーナーにとっても、株式を保有している投資家の皆さんにとっても大きな意味を持っています。今後もイーロン・マスクさんの発言や新たな事業展開、そして決算発表の内容次第でテスラの未来は大きく動いていくと思いますけれども、皆さんは今回のテスラの判断についてどう思いますか？ぜひコメントで意見を聞かせていただければと思います。今日の内容、正直なぜ今日になってモデル2の開発中止の話題が出てきたのか、
本当に中止なのか、ここが正直まだわかりません。引き続き情報を追っていきたいと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では、今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。最後に少しだけお知らせがあります。現在僕がご縁をいただいている株式会社 SI ソーラーさんでは、太陽光発電やテスラのパワーウォールの設置に関わる工事スタッフを正社員で募集中です。勤務地は東京の本社、年間休日は126日、未経験の方でも OK で、資格を取得するためのサポートもあります。手に職をつけたい、将来も安定した仕事を探している、そんな方にとってぴったりの環境だと思います。興味のある方は動画の下に概要欄の応募フォームを用意していますので、そちらの方からお気軽にご相談並びにご応募ください。エネルギーの未来を一緒に支える仲間を心からお待ちしていますと、社長の方からも言葉をいただいております。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。